2026年4月29日タイトルマッチで敗北。今持ってる自分の全部で臨んで、負けてここで負けるかってマジで負けること見せたくなかった。どこをどうしたらいいんだろうっていう。今まで勝ってきたから、今までの調整法とかもろもろ含めて正解だなと思ってやってきたんですけど、負けたんで、練習法から全部変えて。すごい、これはすごいその発想なかったです。ハガティの時圧をかけるしかなかったんで、意識飛んじゃったらもう止められちゃうだろうなと思ってたんで、ハプニングがあったからこそ。試合直後、自分のコンディションとかもろもろハプニングがあって、試合見返した直後は、やっぱ動き悪かったなとか思ってたんですけど、何ですか？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 何どうか。何ですか？どうですか？まだわかんないです。昨日も振り返って、逆にいろいろあった中で、やってきたこと片鱗はこう見せれたのかな、ここからもう一個自分の中で、ギアがはまればっていう動きがあるんですけど、それがなんとなくこういう感じかなっていう感覚がつかめそうなんで、実践が分かんないですけど、そこには結構完全体の自分でいけるかなって。なるほどね。振り返ってみて、やっぱりちょっとスパンが短かったんで調整がちょっと難しかったっていうのと、動画見たと思うけど、見ました。はい。正和さんとの、どうだったんだろう、勇気は焦ってたのかなみたいな。でも、なんか焦りは一切なかった。負けを引きずってなかったっていうのと、逆にその負けて修正してきた部分っていうのを本当修正してきたんで、そこに関してはハプニングがなかったんで、なんか周りを焦らせてたかもしれないですけど自分的には結構落ち着いてましたね。なるほどね。なんかドリンク忘れとか、ドリンク忘れ、なんか逆に久々のタイだったんで、いつも直前に準備するんですけど、今回結構早めに完璧にしようと思って準備してて、早すぎて、後に届いたドリンク入れるの忘れやらかしてます。昔からだけど気回んないからね、減量中だしさ。減量中本当にもうポンコツが極みになります。でも本当 KJ さんにタイついてから、即興の KJ さんドリンクの配合を教えてもらって、で調達しに行って、である程度揃ったから、そこはまずクリアできて、と思ったら、熱中症になっちゃって、そこはちょっと焦りましたね。なんか体重も全然問題なくて、ハイドレーションもいつも通りできてたから、そこは大丈夫だろうなっていうのはあったんですけど、意識が飛びそうだったから、意識飛んじゃったらもう試合止められちゃうだろうなと思ってたんで、もうその意識だけ飛ばないように、ずっと意識を強く保った計量まで。やっぱやばいなとは思ってた。ちょっときついな。意識ですか？最後の方ずっと吐きながら計量時間待ってたんで、吐いて震えて、指しびれてて、で一応予備計量して、200ぐらいアンダーしてたんで、ジャストにしてとかいつもだとあるんですけど、もうなんか立ってるのすら
よし OK だと思ってそのまま倒れて。初倒れたのははい日光浴してたの？はいいつもするんですよ。タイの方が涼しくて日本より、ちょっといつもより余熱で体重落とす時間増やしてたら、そこがちょっと失敗しちゃったです。ただなんか汗の出が結構良かったんで、気づかぬうちに抜けすぎちゃって、走るフローとかなんか種目があるじゃないですか、落とす、で1個でやっぱり多く落とせた方がいいから、チャンスと思ってやってたら、初めて熱中症になりました。でもほんとしんどくて、200オーバーだったんですよ。で、まあ代謝でジャストぐらいになるかなと思ったら、もうずっと入ってたから予備計量の時にはもう500ぐらい落ちてて、200あんだ。でやっぱリカバリーにもそうすると時間がかかるですね。ほぼ食ってないかったですね今回リカバリー。糖質入れた成分、ほぼ。でもなんか気づきがあったんですよ。そのあんまりいつそうですね。もよりなんか、食わなすぎはあれですけど、いつもやっぱりちょっと不安で最後の方とか詰め込みすぎる時があったんですけど、なんか今回マジで食わないリカバリーをして、まあ、バランスよくちょっと抑えた方がいいなっていう。おー、そう嫌なんですけどっていうひらめきが落ちたっす。落ちた。やっぱ腹もなんか効きづらいし、軽いし、ちょっといい気づきが。5ラウンドとか、タイトルになった時のリカバリーの方法というか、なんか相手によって変えれるっすよね。ちょっと増やしていったりとか、切れ重視していったりとか、なんかちょっとそういう辺の感覚も、なんて言うんだろう、ハプニングがあったからこそ、ちょっと一つ気づけた。そこはでもあれだね、なんか俺もさ回数を何回も一緒に過ごしてるけど、どんどん繊細になっていくね、もうちょっとこうもうちょっとこうっていう調整がね。で今回はなんかフライデーファイトの前のインナーサークルの試合順だったんで、今回は本当に6時半にベンと戦うっていう、ジムでも正明さんとこの日戦う、作って今回やってきて、なんかその感覚で、金曜日の6時半にこいつと戦うっていうのを逆算して、その日のもうこう事前に体を動かしたりとか、ちょっとその減量のミスはありましたけど、そういうのでちょっと動じなかったかなっていうか、淡々と準備できたかな。だからそこの事前に動いた時も最悪な状況の中では割と切れてたんで動きが、そこでもちょっと安心して、でいつもだったら焦って正和さんとミットでちょっと上げてとかやるんですけど、そこもちゃんと抑えて、ちゃんとこう配分をできてきたかな。試合を振り返ってみてはどうだった1ラウンドも。2ラウンドまでは正直ほぼ文句ないかなって思います。組み立て方もペース配分もポイントの取り方も効かせるところちゃんと効かせるだったりとか、そのハガティとの試合で出た課題をちゃんと克服して試合にちゃんと出せたかな。改めてそのハガティ戦で調整したことってある？簡単に言ったらちゃんと攻撃を散らす、今までは散らしすぎてたんで、K1 の時とか、それをこうちゃんと効かせるに絞って、それが今度逆に対策取られて、絞りすぎてしまって対策を取られちゃったんで、そこのバランスをちょっと戻すじゃないけど変えて、的を絞らせない、で的を絞らせずにポイントも取らせずに、みたいな。だから今まではこうブロックを多用して
効かすだったけど、もうブロックの頻度も落として MMA 選手ぐらいの距離感、もう基本全部自分の動きで外せる距離感、だけどペチペチにも効かせる。で基本圧かけるけど、ハガティの時とかはもう圧をかけるしかなかったんで、サイド取られて後ろ使われてとかしてたんで、圧をかけつつ相手の動きに合わせて自分も前後左右サイド斜め全部角度を使うっていう、そこを大きく変化させて、前回の試合とかももっとペースを上げれば、なんていうんですか、1ラウンド2ラウンドとかももっと差がある内容に見せれるラウンドにもできたんですけど、そこをちゃんと我慢するっていうか、相手とラリーする、相手が攻撃してきたら倍返すとか、相手の動きもちゃんと使ったんで、見てる分には若干自分が優勢ぐらいに見えてるけど、相手からしたら本当にもうなすすべないというか、出しても外されるし、かわされるし、倍返ってくるしみたいな状況をずっとやれてたんで、見返せば見返すほどいい動きだなっていうふうには思いました。で、3ラウンドはやっぱりちょっとリカバリーだったり減量のあれで結構疲れて、本当受け返しを撤しよう、でダウン取ったのが自分2ラウンドだ、感覚2ラウンドだと思ってたんですよ。で残り30秒ぐらいだったら、まとめて倒しに行こうかなと思ったんですけど、1分半って言われたんで、とりあえず一旦いいやと思って、でも試合に見返したら3ラウンド目で取ってたんで、自分の中で客観視できてまだなかった部分、3ラウンドの1分半だったらいってたんで、2ラウンドで3ラウンドもあるしなだったんです、頭が。そこがなんかちょっと合ってなかったなっていうのがありますけど、全体通して自分を客観視すごいできて試合できたのかなと。ここから次の課題は本当に倒しきるっていうのと、聞いた時にちゃんとまとめる。でも本当今回の試合に関してはなんかそこをそんな重要視してなくて、距離感のコントロールだ、もう蹴りでちゃんとポイントを支配できるっていうので作ってたんで、パンチがちょっとそんなに出なかったんですけど、それは次の試合に向けて作っていこうかなと。